アルミコンロパネルで焼肉用ハイエンフードを作ってみた。1、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。計画。ガスコンロ用のアルミパネルを2枚使って焼肉用のフードを作ります。このように向かい合わせて貼り合わせます。所定の位置まで移動します。補強があるこの位置で貼り合わせます。15ミリ角の木材を組んで吊り下げ用の補強を取り付けます。形は四角い弁当箱の蓋のイメージです。組み立て概略。使用パネルです。100均で200円でした。これら2枚を図面のように並べます。アルミテープで貼り合わせました。所定の寸法でカットした木材を並べます。イメージを確認したら組み立てに入ります。吊り下げ補強の組み立て。木材を並べます。外枠は45度でカットしています。寸法を合わせて並べます。中心にはスパイラルダクトの接続材が入ります。これを裏表ともタッカーで留めていきます。こちらが内側になります。こちらが外側になります。補強を合わせてみます。吊り下げ補強を型にしてフードの形を作っていきます。型を取ったら取り出して所定の位置で確認します。この形で内側からフードを固定します。フード寸法の確認と変更。当初の補強寸法は 839×559 でした。実際組み立ててみてちょっと大きいと感じたので 700×400 に変更します。そのためには斜線の部分をカットしてフードの大きさも変更します。この形で製作します。これでフードの高さを同じに保つことができます。
フードをカットして図面の大きさにしました。フードにダクト接続用の穴を開けるため補強板を当てて墨を出します。この形で墨を出してアルミをカットします。再度ダクトを当てて描けなかった部分を描き足します。墨を出したらカットする前にもう一度位置確認をします。大丈夫のようです。実際吊り下げ補強はこのようにフードの上になります。カットしました。多少位置が違ってもアルミテープで修復可能です。換気扇の風量と風速、換気扇と使用ダクトの径による風量と風速を計算しています。換気扇は壁線25センチとダクトファン100ファイから200ファイを示しています。使用しているのは25センチの壁線と150ファイのダクトファンです。これらを使って2箇所部屋の換気を計画します。吊り下げ補強とフラットバーでアルミを挟んで押さえます。吊り下げ補強はフードの上から、フラットバーは内側から押さえます。定着カラーは内側から吊り下げ補強に閉じ込みます。補強フラットバーの取り付け、図面に従ってフラットバーを閉じていきます。吊り下げ補強に下穴を開けますが見えなくなるので釘を植え込みます。穴に入らないので釘の頭を取ります。長さは25ミリです。これを穴の数作って植え込みます。このようにして下穴に釘を植えていきます。釘でフードに開いた穴がビス止めの印になります。釘を植え終わりました。上にフードを乗せて押さえます。植えた釘でフードに穴を開けました。
定着カラーを設置しました。釘を抜きながらそこに木ビスをねじ込んでいきます。これを繰り返してカラーを吊り下げ補強に固定します。木ビスは鍋頭3の10です。今度は釘を外しながらフラットバーをねじ止めしていきます。カラーと同じようにフラットバーを吊り下げ補強に閉じていきます。フラットバーがカラーと干渉するので少し削ります。この墨を出した4箇所のフラットバーを少し削ります。削る部分の墨を出しています。この縦の押さえも削ります。削る部分に墨を出します。削って取り付けたら完成です。フードの完成。フードが完成しました。丈夫です。吊り下げてカラーにアルミダクトをつなぐだけです。総重量は 1209g になりました。フード自体は 150g です。木枠が 437g、 フラットバーが 404g、 カラーが 218g です。木材を 10mm 角にすると 150g ほど軽くなりますが、これで良いでしょう。吸い込み口にフィルターを考えますが、中の洗浄は中性洗剤をスプレーして対応します。四隅に吊り下げ用のフックをつけています。ダクトと一緒に天井からチェーンで支持します。フードの吊り下げ状況。実際に吊り下げてみました。ダクトは 3R で壁線側につながります。壁線接続とダクティングはその2をご覧ください。逆方向です。天井側はモーリーアンカーで固定します。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チ
チャンネル登録と通知をオンにお願いします。